1年、5歳ルケスさん。5歳さんは世界で一番高い山のある、そして平和の実力者であるブッダの誕生日で有名なネパールから来ました。外国語を学ぶことと人と交流を深めることがだといい、5歳さんは今日のスピーチコンテストは出場することをとっても楽しみにしていました。外国語をしゃべるようになってどんな経験したのでしょうか。聞いてみましょう。5歳ルケスさんで日本で留学してきついたことと考えたことです。どうぞ。皆さんこんにちは。ナマステ。ヒマラヤの国ネパールから来ました。名前は5歳、5歳と言います。好きなことは人と交流を深めることと外国語を学ぶことです。早速、本題に入らせていただきます。皆さん、分かると理解するは何が違うか分かりますか？日本語学校1年生の頃、学校に来た新しい先生がある授業で珍しいことを教えようとしていました。皆さん、分かると理解するは同じ意味だと思われがちですが、実は違いますと言われたので、クラスの全員ははって大変驚きました。実は今になっても分かっているような気もするし、まだ分かってない、理解してない気もします。世界的に見ても日本の教育はトップクラスだと聞いて、私は日本への留学を決意しました。私には兄弟のように接してくれる日本人がいます。ある時彼女に言われました。ネパールの大学出ているのにまた日本の大学に入るの？日本の大学生はみんな遊んでるよ。私は疑問を持ちながらも語学を目指して武蔵野大学グローバル学部に入学しました。やっと英語の練習ができると思っていたのですが、2年間も留学して英語が使う機会がなく、英語が必修でも必死に英語で喋ろうとする学生がほとんどいないことに大変ショックを受けました。なぜならネパールで日本語を勉強し始めて半年後から、私はなるべく日本語が使えるところで日本語を使うようにしていました。授業時間だけではなく、学校にいるにしろ外で会うにしろ、先生と同級生とはいつも日本語を使いました。会話の相手は同じネパール人同士だったので、お互い使える範囲の日本語で十分でした。早く日本語が上手になりたければ、日本語を使う時間は自分で作るのだと教わったし、自分自身でも十分実感をしていました。それで武蔵野大学で英語を実際に喋り合う機会を作るために、中国人と日本人の友達で3人でグループを組んで、 We three idiots for English、 俺ら英語の3人バカと言って、お互いいつも英語で会話をするという習慣をつけました。学校だろうが電車だろうが、俺たちの部屋だろうがトイレだろうが、どこでも英語でコミュニケーションを取るように約束しました。今もその約束通り守っています。この2人は今この会場に来てくれています。シェンゲンコース、Can you please stand up for a second? 私たち3人は英国に留学したことがなくても、お互いの力で英語が喋れるようになることができるということを証明したいです。私にとってとにかく第二言語である日本語も英語もこのように使うようになったので、皆さんの場合も自らやってみれば必ず良い効果があるはずです。皆さん分かっていらっしゃると思うのですが、実際使ってみなければ理解されたことにはならないだろうと思います。
それとチャンスというものはいつも待っているばかりではなく、自分たちでも生み出すことが大事です。その方が価値も高いと思います。ぜひチャンスを作り出す人になってみてください。最後までご清聴ありがとうございます。